こんにちは、グリプトです。先週の米雇用統計から様々な懸念ありましたけども、市場全体としては上昇傾向、アルト方面が元気な印象があります。で、また関連株やその他のところでも大きな動き出てますんで、また細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日もポジネガファンダーチャートなどをまとめて見ていきたいと思います。ビットコインは現在11万5200ドルあたり推移してます。発表された指標の方では、米各指標ありましたけど、特にサプライズもなくですね、ほぼ予想通りの結果となっています。あと要人発言に関しては、トランプ大統領のインドの関税率を大幅に引き上げるという部分に関してはですね、警戒要素となってるんですけど、それ以外はリスクオン要因になったのかなと思いますね。あと市場の関心も、米雇用統計の米景気後退懸念から、その次の利下げフェーズに焦点が移っている印象もあってですね、それもプラス要因になっているのかなと思います。ドル円は 146.7 円台、米株指数は上昇、ゴールド現状維持となっています。全体的には、ビットコインよりもイーサ、アルトが強い印象ありますね。あとビットコイン関連の話題では、ルビアンの不正流出事件の詳細が明らかになったのが注目されています。で、これは2020年に中国のマイニングプールルビアンから12万 7426BTC が盗まれた事件で、過去のものなんですけど、最近アーカムがですね、当時秘密系生成アルゴリズムの脆弱性を悪用して抜かれたとか、まだ売却されてないとかですね、今になって改めて深掘りしてるんで、最近の新たな売り圧懸念として一部で警戒されている状況なのかなと思います。で、流出したビットコインは現在の価値では約145億ドル相当になってるんで、日本円では約2兆円ですね。で、最近クジラアドレスの動きも目立ってるんで、こちらも動いたら市場にインパクトを与えるものになると思います。その後の進捗に注目ですね。あと個別株の方では先週末の下落からの反発もあって、ほとんどがプラスインになってますね。ストラテジー、コインベース、ロビンフードもプラスですし、あとはそれぞれファンダ出てる、イーサのトレジャリーですね。ビットマインはマイナスですけど、他は反発してプラス推移となっています。あと他のトレジャリーでは、バーブテクノロジーが死亡で 5.58 億ドル調達予定、資金の 77% をトンの購入とステーキングに当てて、流通供給量の約 5% 取得を目指すとしています。で、また社名もトンストラテジーにリブランドするとのことですね。株価もプラス 114.72% と反応しています。時価総額は、2900万ドル相当ですけど、その後の進捗に注目ですね。あと日本のトレジャリではメタプラネットですね。昨日も 463BTC 買い増しを報告してまして、総保有量は 17,595BTC となっています。で、先週末ですね、米雇用統計の悪い結果と、ビットコインの下落、そして優先株ファンダで市場はどういう評価を下すんだろうという話しましたけど、結果的には1000円割った展開となっています。で、米株のトレジャリが若干反発してるんで、それを受けて相対的にどうなるのかが注目ポイントだと思うんですけど、個人的には今日ですね、1000円回帰できるかどうかが非常に重要になりそうな気がします。今日戻せないとなると、またこのゼロキルが抵抗になって600円のサポートが意識されて、だだ下がる展開になりそうなんで、本日の日本市場の動きに注目ですね。あと他では IPO 関連の話題も多く出てますね。まずグレイスケールのバリー・シルバート氏の会長復帰、これも IPO のための経営陣の強化とされています。あとはピーター・ティール支援の暗号プラットフォームブリッシュが IPO で 6.29 億ドル調達を計画、2030万株を28ドルから31ドルで売却する予定とされています。あとはソーファイのマイク・ギャグイン氏のフィギュアテクノロジーも IPO 非公開提出となっています。先日の Figma も上場後100ドル突破しましたし、IPO 銘柄で非常に注目されてるんで、界隈としてもこのタイミングで波に乗りたい、そういう動きになってるのかなと思います。こちらの進捗にも注目ですね。あと ETF 関連では先週の暗号資産 ETP の週間フローが出てまして、全体でマイナス 2.2 億ドルの流出となっています。15週ぶりの
マイナスとなったのが注目されてますね。イーサ以下のアルトは未だに調子いいんですけど、ビットコインがマイナス4億ドルと、流出が目立ってます。こちらも今週から挽回できるのか注目です。昨日の ETF は現時点ではマイナス990万ドル相当、香港はまだ更新なしとなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.33%、793億ドル相当。オーダーブックの状況としては、下は11万2000、上は11万5300あたりから目指す状況となっています。今後の指標としては、本日、米 ISM 非製造業景気指数、米貿易収支、米 PMI、8月6日に米 MBA 住宅ローン申請指数、8月7日に中銀政策金利、米卸売在庫、米新規失業権申請件数などが控えています。ビットコインは先週の11万1000ドル台での反発から11万5000と、1時間足の抵抗は抜けてるんですけど、4時間足の抵抗はまだ抜けきれてない状況です。で、本日23時にも重要指標の米 ISM がまだ控えてますんで、それまでにこの11万2000の下値を更新せずにですね、耐えられるのかが焦点になるのかなと思います。相対的にアルトが強くなってるんで、上にかけるならアルトの方が簡単そうですね。指標としては本日21時半から米貿易収支、22時45分に米 PMI、23時に米 ISM 控えています。それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサですね。イーサの価格が現在3710ドル、BTC 建ては 0.0322。先物の方では OI は全体でプラス 4.77%、492億ドル相当。ETF は現時点ではマイナス 0.35 億ドル相当。香港はまだ更新なしとなっています。BTC 建ては 0.030 で折り返して、また 0.032 の攻防になっています。レンジの域ですけども、また抵抗抜けているようにも見えますね。先物の OI の回復もビットコインより早い印象があります。先週末から予想以上に耐えててですね、強さが伺えますね。上値の 0.033 超えてくると、0.035 の攻防が視野に入ってくると思いますけど、こちら続伸できるのか注目です。あとその他の動向では、米 CFTC がクリプトスプリントと呼ばれる新たな計画を展開しています。内容としては先日も取り上げましたトランプ大統領のデジタル資産報告書の勧告を実行するためのものとされてまして、SEC と協力して暗号資産市場のイノベーションの促進、規制の透明性向上、銀行の暗号資産関連活動の明確化などを目指すとしています。あとは先日スイスのサトシ・ナカモト像が亡くなったのが話題になってましたけども、近くの湖から発見されたようですね。最近の界隈の物騒な事件と比べると割と平和な結末になってます。あとアルト方面では結構たくさん出てますね。まずはエイダコミュニティが9600万エイダ7100万ドル相当を開発予算に費やすことを承認しています。スケーリングやノード再設計などのアップグレードのために使用されるとのことですね。これは一部から反対の声が上がってましたけども、今回賛成 74% で可決となっています。あとは先日から話題になってたトロンのジャスティンがついに宇宙旅行へ行ってたり、あとはベースがトークン発行数でソラナを上回ってたり、こちらはゾラとファーキャスターの統合の影響が大きいと見られています。あとはハイパーリキッドの7月の取引高が3200億ドルに到達、過去最高を更新していることや、リドが従業員の 15% を削減、こちらは運営継続のための削減とされています。あとはソラナの DeFi、クレディクスが450万ドル不正流出、ただ運営はユーザーへの全額返金を約束してますね。あとはロボット向け分散型 OS ファブリック開発のオープンマインドが2000万ドル調達を発表しています。こちらの進捗にも注目です。あと他ではアダム・ワイツマンがユガラバスから5000点以上の NFT を買い取ったことが注目されています。総額は明らかになってないんですけど、シリーズとしてはアザディーズ、メガコーダ、ウェポンコーダなどとされています。またオープンマーケットでの追加購入も計画中、あとアザーサイドの開発支援も表明してますね。アザーディーズのフロアは、一応上がってますけど、
NFT バブルが再度来るのか注目ですね。あとアルトのチャート的にはアバックスの上昇が目立ちますね。プラス 8% と、上位の中で強くなってます。ここ最近弱かった銘柄が強くなってる印象ありますね。日足も抵抗抜けてるんで、次$30の抵抗が視野に入りそうですけど、続伸できるのか注目です。あと XRP は$3回帰となってます。$2.6のサポート近辺で反発して、再度$3の抵抗も抜けてます。次は$3.3あたりが抵抗になりそうですけど、こちらも続伸できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。先日からトレジャリよりアルト以下が元気になってきてる印象あります。アルト勢待望の仮想通貨のターンが来るんでしょうかね。今週の動きに注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。